東京のストリートでポルシェ911スピードスターを走らせています。今ね、気温は摂氏11度でちょっと肌寒いっていうくらいなんですけど、かなりねヒーターが低く方なんで体はそんなに寒さは感じてないんですけど、ちょっとね指先とか少し寒いかなっていう程度ですね。でこの低いウィンドウスクリーンとサイドウィンドウも低いんで開放感がねやっぱりカブリオレと比べてもさらにひときわ高いです。周りのねこの音もたくさんコックピットの中に入ってくるんで、なんか街とねより一体感があって、そんなこともこのスピードスターの醍醐味の一つなのかもしれないですね。このクーレーフラット6は本当にアイドリングからトルクが太いんで、全くねクラッチミートも難しくなくて軽やかに発進することもできますし、やっぱりスポーツカーはねライトウェイトに限りますよね。最新のねポルシェも素晴らしいんですけど、みんな重くなっちゃったんで、このねオートバイに近いスッて加速してくれる感覚はね、今だともう GT3 ぐらいに乗らないと味わえなくなってるかもしれないですね。もちろんね加速だけではなくて減速もスッてねブレーキの動力に応じて一瞬にしてスピードを落とすことができるっていうね、その辺もやっぱりスポーツカーはこうでなくちゃってねいう要素の一つだと思います。でこの89年までのこのコックピットのねデザインがすごくシンプルで僕大好きなんですよね。でねレーシングカーと同じようにドライバーの目線をスッと通したところにはタコメーターが設置してあって、長年レースやってるメーカーなんで、この左側にねあるキーシリンダーの位置もそうですけど、有名なル・マンのスタートですよね。フランス国旗が降りると同時にコースの端から車に向かって走っていって、さっと飛び乗ってすぐパッとエンジンかけられるっていうね、そんなこだわりのためにずっとこの左側の端っこにキーシリンダーがあるんですよね。なんかやっぱり911ってそういうね細かなこだわりが積み重なってずっとそれを継承して作り続けてるんで、スポーツカーがね好きな人にとっては最高ですよね。911はねずっとそうやってこだわって作り続けてるんで、少しねレースをかじった人であればこのポルシェの姿勢っていうのもねすごく共感持てるんじゃないかなと思います。でそんなねレーシングカーみたいな車を、街中でも使えるようにっていうね、そんな考え方でずっと車を作り続けてきたんだと思うんで、このスピードスターも昔のねスポーツカーのレーシングカーっていうのはこう屋根がなかったんで、もちろん軽量化のためですけど、そういったねものをこうまた思い出させてくれるような、そんなコンセプトカーなんだったんじゃないかなって思います。それは初代スピードスターの356にも言えることで、クーペボディのね356に比べてとてもライトウェイトで運動性能が高かったんですね。ですから当時356スピードスターを買われた方はみんなゼッケンをつけてねモータースポーツイベントに参加してたっていう、そんなねエピソードもたくさん残っていますよね。
ドライブするっていうね、これは本当贅沢な時間ですね。こうしてアイドリングで止まっていてもエンジンの音がねずっと聞こえてくるんです。音だけではなくてこうブルブルっていうね鼓動までシートから感じられて、本当にね一体感が高い、そういった作りになってますね。やっぱりねそんなところもスポーツカーにとってはねすごく大切な要素なんではないかなと僕は思うんで、コンパクトなサイズと軽さ、ライトウェイトなものと、それとねこの車との一体感の高さっていうかね、あとやっぱりサイズ感もこのナローボディがいいですね。小さくて軽いっていうことがよりね一体感を高めてくれてると思うんで、年々911は大きくなっていってしまったんで、性能とかね安全面を考えれば仕方がなかったのかもしれないですけど、僕的にはこのタイプ930がベスト911だと思います。それはねとてもシンプルな作りで、ドライバーの運転補助デバイスが何もついていないという、やっぱりそれなりのスキルを持っていないと簡単に乗りこなせないっていうね、そういう部分も難易度が高ければ高いほど克服できた時のね喜びも大きいんで、特にねこのタイプ930はドライバー用正規物のようなね間違った運転の仕方をすると車が言うことを聞いてくれないっていう、そんなね一面もあるんで、ですからノンパワーのステアリングから伝わってくるねインフォメーションを感じながらアンダーステアを出しているのか、それともグリップを高められているのか、トラクションコントロールがついていないリアタイヤをねアクセルできちっとコントロールできているのか、それとも自分の運転がまだまだ未熟なのか、それからノン ABS のブレーキなんかをね今日のようなハーフウェイトの路面だといかに繊細なコントロールを求められるのかとか、そういったね運転に必要なスキルを、すごく厳しい教官ではあるかもしれないですけどしっかりとね指導してもらえるっていう、そういうテイストを持っているんですよね。だからこそきちっとね車をコントロールして素晴らしい走らせ方をできた時の喜びっていうのも高いんですね。でやっぱりこのセミオートマもね便利でいいんですけど、このマニュアルトランスミッションクラッチをきちっと踏んであげてねしっかりとシフト操作をして車速に見合ったギアを選択してあげながら走るっていうね、これも一つの楽しみの一つだと思うんで、いやーこのクーレフラット6サウンド、これがね心地よく後ろからずっと聞こえてくるこのサウンドを楽しみながら風とともに走るっていうね、もちろんねカブリオレでもこの同じ気持ちよさ味わえると思いますけど、スピード差は別格ですね。一番の違いはライドウェイトなこと、ナローボディなんで本当にスイスイとねオートバイのよ